不動産屋さんの階段へようこそ。今回のお話は私の友人 K さんから聞いた K さんの信頼できる友人の体験談で、伝聞のため事実関係を損なわない範囲で推測を入れ再構成しています。さて、その体験者の女性を仮に三浦さんとしておきます。K さん曰くちょっと稀な経験をしている人だということでした。どういうことかというと、その三浦さんは現在50代で独身なのですが、過去に3人の男性と付き合っていたそうで、それが少し普通とは違っていたのです。そして直近の10年間は特定の人との付き合いはないのですが、それにはある深い理由がありました。最初に付き合った男性は既婚者で、それを知らずに交際し、結局別れることになりました。若かった三浦さんはまだまだ世間知らずで、その男性をかなり恨んでいたそうです。すると別れて数ヶ月後に、その男性が急死したという知らせを聞きました。三浦さんはかなりショックでしたが、立ち直った頃にまた新たな男性と知り合い、付き合うことになりました。ところが次に知り合った男性も家庭があり、それが発覚して大喧嘩になって別れたそうです。三浦さんは2人続けて既婚者だったことにがっかりしました。何よりも自尊心を傷つけられ、2人目の男性を心の中でしばらく憎んでいました。すると別れた1ヶ月後、2人目の男性も事故で急死してしまいました。訃報を聞いて三浦さんは当然ショックでしたが、不運な偶然と思い気にしないようにしました。それからまた間隔を空けて、新たに3人目の男性との交際が始まりました。でも2度あることは3度あるで、3人目の男性も独身のふりをした既婚者でした。またまた三浦さんは典型的なパターンで騙されてしまいました。そして以前の2人の時と同じに、かなりその男性を憎んでいたそうです。すると別れてすぐにその3人目の男性も急死してしまったのです。つまり過去に付き合った男性は全て別れた後に亡くなっているのです。それぞれ付き合った期間も死因も別々なのですが、三浦さんと別れてからすぐ亡くなりました。さすがに3人目が亡くなった時点で三浦さんは気味が悪くなりました。そして少し交際恐怖症のようになってしまったそうです。ところがそれだけではありませんでした。その最後の3人目の男性が亡くなった直後から、三浦さんの身辺でおかしなことが起こるようになったのです。三浦さんは 1LDK のマンションで一人暮らしをしているのですが、ある日仕事から帰宅して居間に座った瞬間でした。おかえりなさいという3人目の男性の声が聞こえたのです。三浦さんは驚いて振り返ったのですが、もちろんそこには誰もいませんでした。空耳かと思いましたが、でも確かに彼の声でした。すると次の日も家の中で一人で静かにぼんやりしていると、どうしたのとか、あのねとか、あの彼の声で短い言葉が聞こえたのです。はっとしましたが、やはり周りには誰もいませんでした。実際声が聞こえてもそれだけで特に何もなかったので気にしないでいました。するとさらに事態はエスカレートしていきました。過去に亡くなった後の2人の男性までもが三浦さんに話しかけてくるようになったのです。それぞれ別のタイミングでそれも何か話しかけてくるのですが、内容はよく聞き取れませんでした。三浦さんは「ああ
彼らはずっと私に取り付いているんだと思ったそうです。そしてほぼ同時期から家の中でパキンパキンというラップ音が頻繁にするようになりました。さて、そこまでの話を三浦さんは友人の K さんに話したそうです。でもそれを聞いて K さんは半信半疑でした。K さんは実際彼らの死因に何かしら三浦さんが罪の意識を感じる理由があって、環境音の誰かの話し声を男性たちの声だと思い込んでいるのだろうと思ったそうです。でもその後も三浦さんには3人の男性の声やラップ音は相変わらず時々聞こえましたが、その状態に慣れていたので三浦さんは無視して生活していました。そしてある夜のことでした。三浦さんは鏡の前で髪の毛を溶かしていたそうです。するとほんの一瞬でしたが、その鏡に映る自分の背後に誰かが映り込んでいたように感じました。はっとして振り返ると、もちろん誰もいませんでした。それは黒い人影で、誰だったのかはよく分かりませんでした。また別の日にも三浦さんが洗面台で顔を洗って頭を上げると、目の前の鏡に誰かが映り込んでいました。三浦さんは驚愕してさすがに悲鳴を上げてしまったそうです。男か女かも分かりませんでしたが、それは鏡の中に誰かがいたのです。背後に映り込んでいるのではなく、鏡の中の世界に人がいると感じました。それが男性の霊と関係あるかはよくわからなかったそうです。それからも3人の男性の霊は三浦さんがリラックスして油断している時に限って話しかけてきました。そしてついに三浦さんに決定的なことが起きたのです。その日も仕事から帰ってシャワーを浴びて鏡の前で寝る前のお肌の手入れをしていたそうです。するとバキバキッといつものラップ音が始まったのです。ああ、始まった。そう思っているとまた男性のささやくような声が聞こえ、三浦さんはまたかという感じで無視していました。すると急に目の前の鏡に違和感を感じたのです。自分が映っているのですが、自分の動きが少し遅れているような妙な感じだったのです。そしてまるで凹凸のある鏡のように歪んだ感じがすると、鏡の中から誰かが三浦さんを手招いているような、そんな感覚がしました。あ、中に誰かがいると思った瞬間、三浦さんの体がスーッと鏡の中に吸い込まれそうになりました。それはブラックホールに吸い込まれていくかのようで、あ、まずいと思い、三浦さんは鏡の縁を掴んで抵抗しました。そしてとっさに鏡の中を見ないように目をつぶったそうです。その途端、スーッと元の位置に体は戻り、何事もなかったかのようにいつもの鏡に戻っていました。三浦さんは今自分に起きたことは本当だったのか幻覚だったのかと困惑し、しばらく呆然としていたそうです。鏡の中の世界は異次元の世界で、一度入り込むとよほどのことがない限り戻っては来れないと聞いたことがありました。それ以来三浦さんは家の中のすべての鏡を処分し、処分できないお風呂場の鏡などは覗き込まない、前にも立たないようにして小さな手鏡だけ使うことにしました。そしてとても恐ろしい体験だったので、三浦さんはまた友人の K さんに相談しました。
その時は K さんと LINE でつないでカメラをオンにして今まであった出来事を話したそうです。でも K さんは以前聞いた時と同様に半信半疑で聞いていました。夜の7時頃から LINE で話を始めたのですが、ちょうど1時間過ぎた夜の8時ぐらいでした。突然三浦さんの部屋から凄まじい音でパキッパキッパキッと3回ラップ音が響き渡りました。LINE を通じて K さんにもはっきりとそのラップ音が聞こえたそうです。今まで聞いたこともない大きな矢鳴りだったので K さんが「今のは何?」と驚いていると、三浦さんは落ち着いた様子で「ああ、ラップ音は霊が来たサインで、霊たちが私が K さんに話していることで怒ってるみたい」と言いました。三浦さん曰く男性の霊が「2人で何してるんだ」という声も同時に聞こえてきたそうです。K さんにはその声は聞こえませんでしたが、三浦さんは慣れている様子で無視して K さんと話し続けました。すると突然、お互いの携帯の電波がプツンと切れたそうです。慌ててつなぎ直したのですが、またすぐ通信が切れてしまいました。そしてついにその夜は二度と携帯がつながることはなくなりました。この時 K さんは初めて三浦さんに起きている現象は妄想や気のせいではなかったのだと彼女の話を信じたそうです。後日三浦さんから聞いた話では、亡くなった男性たちはいまだに自分から離れられないでいるのだろうということでした。この状態はもう10年以上も続いているそうで、それが理由で新しい交際はできなくなったということでした。三浦さんはこのまま放置せずにお祓いをしてもらった方が良いのではと思いますね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。